今回はザ・ディップ、テス・ゴーディンって人が書いた本なんだけど、最初に概要と結論も言ってしまうと、価値あるものっていうのはディップ、落ち込みっていうのが存在してると。この本の表紙にもある通り、こういう谷みたいなのがあるんだね。この落ち込みが必ずあると。成功する人っていうのはこのディップを乗り越えていくんだけど、失敗しちゃう人っていうのはこのディップでやめちゃうと、諦めちゃうっていうことなんだね。で、じゃあまあ成功したいんだったらこのディップを乗り越えていく必要があるわけなんだけど、この本ではその乗り越え方っていうよりかは戦略的にやめることが成功の秘訣ですよって主張してて、これはどういうことかというと、ディップにエネルギーを注ぎたいんだよね。このディップを乗り越えることにエネルギーを注ぎたいんだから、ディップ以外のことっていうのはもう始める前にやめましょうっていうのが、この本のメインの主張になってくると。なんでやめ方の本って言ったらいいかな。ディップに入る前にやめちゃうってこと？そう、これはまた本編で解説するんだけど、本当のディップっていうのは乗り越える価値があると。だからエネルギーを注ぎたいんだけど、それ以外のことっていうのはディップに入り込んでからやめちゃうと、ディップに入るまでにかけてきた時間とかお金とか、そういう資源を無駄にすることになっちゃうんだよね。だからこのディップに落ち込んでそれを乗り越えられる算段がないんだったら、始める前にやめる、つまり手を出すなってことを言ってるよね。これが概要と結論になるんだけど、これだけ言われても何のこっちゃだと思うんで内容に入ってくるんだけど、まずじゃあこの本がどういう人におすすめかというと、経済的成功の秘訣が知りたい野心的な人、他にも今の自分の努力を続けていいのか悩んでるとか、いろいろねチャレンジしてるけどなかなか結果が出ない、つまりこのディップを乗り越えられずに悩んでるという人は、この本の内容を知ればそれはね簡単に乗り越えられるわけじゃないんで難しいとこなんだけど、少なくともヒントはもらえるかなっていう感じです。じゃあ早速本編に入ってくるんだけど、冒頭からね、成功者っていうのはやめるのがうまいんだよって話が出てくると、 Quitters never win、 これやめる人っていうのは決して勝てないと、もしくは Winners never quit、 勝者っていうのは決してやめないと。こういうアドバイスとかよくあると思うんだけど、要するに諦めなければ勝てるよみたいな、諦めるから勝てねえんだよみたいなことなんだけど、これだけではアドバイスとしては三角だよ。実際のところはね、成功者、勝者ね、勝つ人っていうのはやめるのがうまいんだと。で、一方で普通の人っていうのはやめるのが下手、やめ方が下手なの。They、これ They は成功者のことね。They just quit the right stuff at the right time って言ってて、これは正しいものを正しい時にやめてるだけ、成功者の人っていうのはね。で、普通の人っていうのはこの逆をやっちゃってるんだよね。やめちゃいけない時にやめてると。でも普通の人が大半じゃない。で、なんでやめるのが下手かって、一個の理由にね、学校教育における最大の間違いって結構過激なことが書いてあるんだけど、学校ではね、逆のことを教えられるんだよ。これは being well rounded っていうのはバランスが取れてること、丸くバランスよく能力を伸ばすことみたいなのが Secret to Success、 成功の秘訣だよと。学生 A と B がいて、総じて B が多くて数学だけ A みたいな、こういう学生の方がグッドって捉えられるんだね。で、一方で英語だけ A プラスだけど、それ以外全部 C みたいな、もう尖っちゃってるんだよね、っていうのはバッドって教えられるんだよね。だからウェルラウンディットになれと。テストとかでもさ、解ける問題から解けばいいって、実際そうした方が点って取れるじゃん、取れないとこに時間かけてその他全部つまずくぐらいだったら、取れるとこから解いていくという風に教えられるんだけど、実はね逆なんだよね。その成功者っていうのは難しい問題の対処がうまいから成功できると、簡単な問題だけやってるわけじゃないんだよね。で、他にもさ、Don't quit、 やめるなとか、諦めるな、トライハーダー、もっと一生懸命頑張れとか、もうアワーズでもっと時間かけろみたいな、こういうことって言われがちなんだけど、これもどれも三角と、それだけじゃダメ。お金の世界ではね、エクセプショナルが成功すると、このエクセプショナルっていうのは、例外的とか別格、飛び抜けた存在ってことだね、だからバランスが取れてるっていうのとはもう真逆の存在、これが成功できると、だから逆のことを教えられてんだよね、だからみんなやめることが苦手だと。で、このやめること、クイッティングっていうんだけど、これは過小評価されてんだよね、でも実際にはね、このやめること自体が悪いんじゃなくって、戦略的にやめる、ストラテジッククイッティング、これが大事なんだぜっていう。ただ辛いからとか連続的にね何でもかんでもやめちゃうとか、リアクティブに感情的というか
反応的にねもう嫌になったからやめるみたいな、そういうんじゃなくって戦略的にやめようということがこの本では語られていると。でじゃあ何をね戦略的にやめていけばいいかって、それを判断するためには3つのパターンがあるんだって、3つのシチュエーションっていうのかな、があるから、それを知ることが必要ですよと。ってことでここからその3つのパターンが出てくるんだけど、最初がねディップ、この本の本題だね。これが成功につながる道なわけなんだけど、価値あるものっていうのはもうほぼ全てディップがあると。スポーツにしろ英語学習とか勉強とか、ビジネスの世界とか、もうどんな分野でも価値あるものっていうのはディップが存在していると。最初は努力すれば結果がついてくるんだけど、その後努力しても結果が出てこない、むしろ落ち込む時期っていうのが来ると、ここがやっぱしんどいわけだ。みんなここでやめちゃうわけなんだけど、The Deep creates the scarcity って、これは希少性、数が少ないとかレアってことね。でこのねディップがスケアシティを作る。でこのスケアシティがクリエイツバリュー、価値を生む。つまり希少価値が生まれるってことなんだよね。このディップがある、ここのしんどい期間がある、多くの人がここのディップでやめちゃうんだよね、辛くて。だからこのディップを超えると価値が生まれる、希少な存在だから、このディップではやめない方がいいんだよね、みんなやめろからっていうのが1個目のパターン。ここまでは OK。 しんどいからやめちゃうってことだよね、そうみんなやめちゃう、ここでね、だから逆に言えば成功したいんだったらそこでやめちゃダメなんだよね。ここはやめちゃダメなとこなんだ、ね、ここはやめちゃダメなとこ、でじゃあ逆にね、失敗につながる2つのカーブっていうのがあって、それがね、1個目がね、これクルードサックって読むのかな、フランス語でねデッドエンドっていう意味らしいんだけど、変化が起きない、黒工事とか言って訳されるらしいんだけど、このグラフで下の方がクルードサックなんだけど、全く伸びもしないし下がりもしないってことだね。時間とか努力をかけても結果が得られもしないし、マイナスにもならないっていうのがこのクルードサックっていうらしくて、例えばこの成長とか学びとかそういうものが全く得られない仕事だったり趣味とか、そういうことになる。で最後がクリフ、これは破滅への道と。クリフって崖って意味なんだけど、見ての通り上がってくんだけど、どっかのタイミングでストーンって急落するっていうパターンで、これはねそんなに多くはないんだって、極端だからね。想像すればわかると思うけど、タバコとか薬物っていうのは体に支障をきたすじゃない。どっかのタイミングで急落が待ってると。ギャンブルとかもね破産しちゃったりとかさ、でこのねクリフにつながるようなものっていうのは、やめられないように作られてるものなんだよね、中毒性が高いっていうのかな、だから見極めは簡単だと思う。でこの2つ、クルードサックとクリフ、これはどっちもね今すぐやめた方がいいですよっていうのをこの著者は言ってると、成功したいならね、なんとなくわかるけどね、でも実際ねこのディップ以外を実際やめる人って少ないんだよって。諦めない人がさ成功するってさみんな知ってるやん、そんなん言われなくてもさそりゃそうやんってみんな頭では分かってんだよね、でもそれだけじゃ不十分なんだって、何かを成功するためにディップ以外のことを実際にやめてますかって。ディップ以外のことを積極的にやめる必要があると。趣味とかをやめるってこと？成功したいならそういうことを言ってんのかな。待ってよってなるじゃんやめなきゃいけないのみたいな。ゲームやっちゃいけないの、別にいいじゃんやっててもみたいな。でなんでやめる必要があるのかっていうのをここで言われててね、ディップを乗り越えるには相当のエネルギーがいるのよ、かつこのディップっていうのにはそれだけの価値があると、それ以外のことをやめてでもやる価値がある。ディップ以外をやめないってことはさ、ディップ以外のことに時間とかを割いちゃってるわけじゃない、それによるね機会損失の方が圧倒的に多いんだよっていうことを言ってんのよ。わかるけどねわかるけど、いややめたくないじゃん。その例えば趣味でやってるゲームとかさ、みんなやりたいやんだけどその時間をねディップに時間を投じなかったことで失ってしまう機会損失の方が大きいんだよって、それだけの価値があるからディップ以外のことは積極的にやめる必要があるっていうのがこの本では語られていますでじゃあどんな価値があんねんと、ディップ以外をやめるならそのディップをね乗り越えた先にどんな価値があんねんって、そこで出てくるのがこれですThe Best in the World No.1 の驚くべき価値っていうのが出てきて、
これねナンバーワンってみんな侮ってんの。実はここではねアイスクリームの味の売上トップ10のその全体に占める売上の割合ね、がここで1個のね例で示されてるんだけど、バニラとかチョコとかイチゴとかいろいろあるんだけど、もうね1位のバニラが圧倒的なんだよ、で1位と2位の差っていうのはもう倍以上あると。もっとさいやチョコの方がうまいやんみたいな、俺もチョコの方が好きなんだ、だからバニラそんなにって思ったんだけど、もっとさ拮抗してると思うじゃん、僅差で1位が勝ってるかなって思いきや、意外と1位と2位の差って結構大きいと、そこのギャップがね。でこれがね意外と多くの分野でこういう状況になってるんだよっていうことを言ってて、でそれには理由があって、なんでかってみんな時間ないからベストなものを選びたくなるんだよね、だから1位とか売上ナンバーワンとかそういうのって安心して買うじゃん。それが理由なんだけど、例えばお医者さんとかね重い病気に診断された時にさ、その地域で7位の腕前のお医者さんのとこ行きますか、行かないやん命かかってんのにね、一番のお医者さん出してくれってなるじゃん、この町で一番のお医者さんをって、とか旅先でねご飯食べようってなった時に、レストラン選ぶってなったらさ食べログでさ、1位見るやんやっぱ1位行きたくなる。他にも人を雇うってなった時にさ応募してくる人がたくさんいる中でわざわざ2位以降の人を選ぶかって選ばないんだよね、1位をやっぱ選ぶんよ。だから1位と2位の差っていうのは大きくなると。全部の領域でこうなるとは限らないんだけど、でもこの1位と2位の差って結構あるんだぜってことをここでは頭に入れておいてもらえればって感じかな、でただねこのワールドっていうのは主観的ですよっていうことが書かれてて、このベストインザワールドのワールドを決めるのは自分じゃなくて他人なんだよね。特にお金の世界ではこれはカスタマー、お客さんなんだよね。だから必ずしもその地球上1位である必要はなくって、そこは柔軟に変わりうると。さっきのお医者さんの例で言ったらその土地で1位でいいんだよ、ただ今ネット社会じゃない、自分が1位になりたいワールドをどこにしようかってなった時に選択肢が無限にあると、で Face to is Infinity 無限ってものに直面した時、People panic もう人はパニックになりますともうパニック起こしちゃうんだよ。無限にあると選べないんだよね、なんか買うってじゃあアイスの味がさお店行った時にさ100種類あっても選べんやん、ナンバーワン教えてってなるじゃん、それと一緒でパニック起こしちゃうと、だから自分にとってのワールドが何なのかっていうのを自分でね探して見極めていかなきゃいけないと、でじゃあさっきディップが出てきたじゃん、でディップを乗り越えたいと、それが自分にとってのワールドになるわけだから、ディップに直面した時、自分が取れる行動って3パターンある。1個がディップのそのチャレンジ、苦しい時期ね、そこを受け入れて乗り越えるっていうこと、これはサクセス、成功につながる道ね。でこれっていうのは Pay Time Money and Energy、 時間とお金とエナジー、エネルギーをそこに注ぐってことね。で2つ目はね手を出さない、これがスマートなやり方なんだって。さっき言った時間、お金、エナジーをセーブする、取っておくってことね。で3つ目、これがちょっと手を出してディップでやめる、これがもうワースト、最悪なんてもうウェイスト、これも無駄にすると。時間もお金もエナジーも無駄にすると。めちゃくちゃやってた。いやでこれね、そうこれみんなやりがちなんよ、これをねやめましょうって言ってんだよ、これをやっちゃうからディップにペイしたいタイムマニー&エナジーがなくなっちゃうんだよって。でもね解決策はシンプルです。それはナンバーワンになれない、そう感じたらそもそも始めないつまり2個目の選択肢を取れってことを言ってるのね、ベストインザワールド、ここでのナンバーワンってベストインザワールドなんですね、ベストインザワールドになれないって感じたら、始めないでって手出すなってことを言ってるのよつまりこれはね勝てないゲームで勝負しないってことを言ってるんだね。これはねまた最後の補足のところでちょっと触れるんだけど、そういうことを言ってると、でみんながねこのベストインザワールドナンバーワンになれない理由っていうのはいくつかあって、時間とかお金が尽きちゃうパターン、あとは恐怖に負けちゃう、真剣さに欠けるとか、やってるうちに興味情熱を失っちゃう、あとは短期的な視点でしか物事を見てない時にやめちゃうんだよね。でもねここに挙げられてることって時間が尽きるかお金が尽きるかとか、このあたりって始める前に分かるんだぜって。だから始める前にナンバーワンになれないって感じたんだったらそもそも手をつけなければいいっていうことを言ってると、次にね Average is for losers、 これは平均的ってのは losers、敗者のためのものですよって。
こと言ってると、いやもう結構きついこと言ってくんのよ平均っていうのは歯医者のためのやめたいっていう感情が高ぶっちゃってる時って、もうそれって感情的なの大きすぎず小さすぎずのディップを選べと。大きすぎずディップを乗り越えたそのベストインザワールドになる、それをみんな待ってんだよって